こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご機嫌いかがですか？ナオコです。今回ネタにするバイクは、川崎のベルシス650だ。ベルシス天霊のヤヌスの鏡、元い、合わせ鏡ですね。最新モデルがエイクまで発表されてたので、取り上げてみようかと。国内メーカーのミドルクラスアドベンチャーモデルが、これで一通り揃いましたね。鈴木は V ストローム、ホンダは NC、ヤマハはテネレ、ってところか。緑、黄、赤、青、フルカラーで勢揃いですね。価格と装備と性能のバランス、各社独特のデザインで、なかなかチョイスが難しいジャンルだ。ベルシスはフルモデルチェンジということで、変更点も気になりますね。今回もサクッと考察するぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、ベルシス650点。2、スペック考察。3、ライバル比較。です。じゃ、はじめ、か。1、ベルシス650点。川崎が誇るスポーツ SS、忍者と共に改良され続けた兄弟車だな。が、国内では表舞台にはあまり登場せず、裏人として活躍し続けたベルシス650だぜ。裏人？ベルシスは排気量別展開されてて、1000、650、250とまんべんなく揃ってますよね。しかも、ベルシスシリーズの長男は、今回紹介する650ですし、裏人的要素はない気がしますけど、現時点の国内ラインナップを見たら、そう見えるかな。でもベルシスシリーズって、国内で見かけたことはほぼなかったと思うぜ。そう言われれば。じゃ、少し車歴を紐解くか。ベルシスの始まりは、2006年モデルの ER6N エンジンをベースに、海外仕様として発表されたベルシス650だ。確かに、Z や忍者に比べたら歴史は浅いですけど、平成後半から始まったアドベンチャーブームから今に続く、歴史ある車種じゃないですか。確かに歴史はあるんだけど、国内の扱いは花形の忍者に比べたら、影の存在だったんだ。影の伝説。対等か。理由は2つ。影の伝説その1、放置プレイ時代が長いってこと。放置って言っても、川崎って豆なカラーチェンジで有名じゃないですか？見た目やカラーリンクについてはな。2007年の初代モデルから、先代の2015年モデルを見てみると、外見は、縦長ヘッドライトがぷよぷよ分裂ライトになり、さらには二灯化になってる。見た目は結構変わってますよね。でも、車体構成は先代までほぼ変わってない。そうなんですね。で、ベルシス650のベースモデルは、さっきも話した通り2006年発売の ER6N だ。ER6N は3兄弟で、ネイキッドの ER6N と、フルカウルスポーツの ER6F。そして、マルチパーパスモデルがベルシスだな。ミドルクラスの ER6 は、レーサー風の ER6F が忍者、ストファイ風の ER6N が Z へ派生していく。ER シリーズは、オフセットレイダウンリアサスペンション、ガチャピンエンジン、ショートマフラーなど、なんかこいつは違うぞって新しさがありましたね。確かに、肩代わりアサスって大丈夫なのかとかな。それは先入観。そして兄弟車だった Z や忍者は進化を重ね、ER の面影はほぼなくなった。しかし、ベルシスの車体構成は、2019年モデルまで大きな改良を受けず、先代まで使われ続けていく。並べてみると、フレーム、エンジン、マフラーなどの基本構成は、ほぼ変わってないですね。ま、逆に言えば、ER6 の基本性能がしっかりしてるから、今まで手を入れる必要がなかった、ってことでもある。冷遇じゃないですやん。俺、長い間海外でじっくりコトコト熟成されてていい感じなのに、なぜ国内導入ないのって思わないか？思わなくもなくない。じゃ、影の伝説には影の伝説になんて、あったっけ？あるぜ。くのいちが主人公なやつだぜ。で、ベルシス650は、先代までブライトで逆車扱いだったってこと？艦長？私を艦長と呼ぶな。それはネモ船長。ブライトは川崎の正規約輸入取扱店で、2020年8月に業務終了してる。なので、川崎の国内正規販売ラインナップに乗ることはなかったんだ。なんで？今では国内販売台数のトップに入る川崎だけど、当時は忍者と Z のダブル看板もほどほどの売れ具合。そこにベルシスを加えても、販売効果は少ないって判断だったんだろうな。で、今回フルモデルチェンジも海の向こうの話だと思ってたら、国内販売発表されたんですよね。だな。これは10月1日に発表があった、川崎の体制変更がその理由だと邪推する。ブライトを畳んで、川崎重工のバイク部門から独立させ、現在好調な国内販売を維持するため、より個人販売に舵を切った結果だと思う。俺が社長ならそうする。ちなみに、川崎モータースの代表取締役は、4大メーカーの国内販売会社で初の女性社長ですよね。霧の社長の人となりがわかる記事をネットで読みましたが、今後の川崎をより面白くしてくれそうな方だと感じましたよ。これで国内のミドルクラスアドベンチャーの選択肢に、川崎グリーン、勝つだってわけだ。嬉しいニュースですね。
これで日本での認知度も上がり、今後のモデルチェンジも海外仕様に合わせていくことになるだろうな。もう冷遇されることはなくなりそうだ。なんだかんだ言っても、男川崎さんの心の広さに感服です。体は女性、心は兄貴、ベストじゃないか。意味不明なこと言ってないで、次ハベルシス650のスペック考察です。2、スペック考察。カラー&デザイン。発表されたカラーは3色だ。キャンデラエムグリーン×メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック。メタリックファントムシルバー×メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック。メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック。タイプミスじゃないですよ。いつも通り、呪文のように長いカラー名だ。普段はカラー名が2つなのに、今回は3つも入ってますね。川崎お約束だな。これ、社内で意見する人はいないのかな？もし今後、川崎のカラーリング命名パターンが変わったら、あの人の、早くお願いね。フロントフェイスは最新忍者顔となり、シリーズでのまとまり感アップだ。おかげでパッと見の排気量がわからなくなりましたけどね。最初は SS 顔のアドベンチャーって何？と思ってましたが、今ではこの違和感がたまらないです。でも、しばらくしたら、また初代の丸目に戻ったりしてな。女性の気まぐれは突然だぜ。エンジン。エンジンは DOHC 水冷2気筒 649cc で、最高出力は 49kW。最大トルクは 61N だ。あれ、回転数書き忘れてますよ。なぜかわからないが、最大出力の回転数や燃費が HP に掲載されていない。なので、記載なしとしてるぜ。あらま。ちなみに、先代の実燃費は 22kg 程度だな。タンク容量は21リットルだから、約400キロは走れるぜ。魅力的な性能ですね。2022モデルはユーロ5対応ってことで、多少燃費が変わるかもしれませんので、ご注意を。エンジン関連の大きな変更は、忍者650系のエンジン搭載車で、トラクションコントロールが初装備されたことだ。兄貴分のベルシス 1000SE みたいに、652も電子化ブームが来るかな？どうだろうな。このクラスはどのメーカーも電子制御をつけたがらないからな。IMU なしでも搭載できる制御関連、スクラッチ、トラコン、シフターぐらいまでじゃないか？それに電子制御もりもり系が欲しいなら、フルスペックの兄貴モデルをお買い上げ、って感じですね。車両サイズ、足腰回り。ボディサイズはどれぐらい？全長 2165mm、全幅 840mm、全高 1360mm スクリーン最低位置、重量は 219kg。シート高は 845mm だ。微妙なシート高ですね。なんとかなる気もするし、なんか対処しないと扱いにくい場面もありそうだし。ちなみに、NC750X のシート高は 845mm、V ストは 835mm、ベルシス 1000SE は 820mm な。足つきが心配なら、兄貴モデルを買えと。199.1万円だ。その値段なら、ベルシス650とブアルカンを買いますね。主要装備。先代と比較すると、結構細かい部分が色々変わってるな。サクッといくぜ。可動式スクリーン、4ポジション。さらに大型スクリーンのオプションもあるぜ。と軽い LED 化。KTRC、2モード。搭載は忍者系 650cc エンジン発だな。4.3 インチフルカラー液晶メーター。いつも気になるんだけど、メーターはアナログ派？デジタル派？俺はバリバリデジタル派だな。ついにベルシスの機械式のアナログメーターじゃなくなりまして。最近はデジタルでも画面上にアナログメーターが表示されるから、アナログ派も問題ないと思うけど、ハッピーメーターにもならないしな。確かにそうですが、ちょっと味気ない気もしますね。そうしたオールド感は、RS が担ってくれるよ。スマホ連携、ライドロジー。マシンのセッティングや、走行ログ管理、走行ルートの確認ができるやつだ。スマホ内の音楽やポッドキャストを操作できるやつじゃないぜ。こんなところだな。ミドルクラスらしい、バイクの操作感が楽しめる装備になってますね。じゃ、最後はライバルとの比較といくぜ。3、ライバル比較。今回のライバル車種はこちら。スズキ V ストローム 650XT、ホンダ NC750X、ヤマハ、テネレ700。比較車を並べてみたんだけど、いい具合に国内メーカーの色を感じられるな。写真、意図的に選んでません。バレてーら。では、比較表、ドン。じゃ、比較してくか。価格。車両価格が一番お高いのはテネレ700、リーズナブルなのは NC750X だな。テネレは他社と比べると、少し価格が高いですが、なぜかな？なぜって、テネレはベース車種のバリエーションモデルじゃないからな。エンジンこそ MT-07 譲りだが、それ以外はオリジナルパーツで構成されてる。その分開発費がかかってる。ってわけだ。タイヤにメーターにマフラー、全部違いますね。サイズ。シート高が一番高くて、そして一番軽いのはテネレ700か。やっぱり価格が高い分、軽量化に力が入ってるな。軽くてコンパクトってのは、すべての面で有利だからな。エンジン出力。
排気量の関係もあるが、最大出力が一番なのは 688cc エンジンを積むテネレ700だな。トルクだと NC750X か。最大トルク発生時の回転数が低いので、加速時の蹴り出しは期待できそうだ。それに、どのバイクもレギュラーガソリンですし、航続距離も350キロ超えてますし、安心して峠を走れますね。いや林道だろ。ま、どこを走っても問題ありませんね。アドベンチャーモデルですからね。主要装備。じゃ、主要装備比較表、ドン。表がすっきりしてますね。最初に話した通り、ミドルクラスアドベンチャーってことで、制御装備は至ってシンプルだ。ですね。制御が入らない分、自分の操作がダイレクトにバイクに届くし、その分ライディングも面白くなる、ってことですね。だな。さ、ライバル比較は以上だぜ。最後はまとめだ。4、まとめ。今回のモデルチェンジで、ベルシス650は他社のミドルクラス ADV と比べても、見劣りすることはなくなったな。ま、先代までは基本モデルの世代が違うから、比較されると辛いところでしたけどね。それでも素体の良さで、今まで検討してきたってことだな。これでオフセットレイダウンリアサスペンション車は、バルカンのみとなってしまいましたけど。そうか。ER6N の遺伝子は、ついにあと1車種か。ま、忍者顔の ADV バイクは珍しいし、そうしたデザインにチャレンジした川崎にはやる気を感じるぜ。周りと違うバイクが欲しい方、川崎ラブな方にはおすすめのバイクです。ツーリング先でも見かけることは少ないから、目立ちたい人にもおすすめだ。では、今回のお話は以上になります。お次は、青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。ヤマハの WGP3006 10周年記念カラーが話題になってますが、バイク好きの間でね。ヤマハのカラーモデルは、これだけじゃないんですよ。そうなの？ニュースサイトで見つけたんですけど、これ見てください。ヤマハ NMAX160 多めならえな。こんなん出ましたけど。泉厚のか。こんなの乗ってたら、一発で見バレですね。すごいNMAXですよね。そして、お次はこちらです。ヤマハフェザー250キャプテンマーベル。またしても出ましたけど。こちらはキャプテンアメリカだな。マーベル VS カプコンでは持ちキャラでした。というわけでヤマハ×マーベルコラボの紹介でした。面白いバイク系コラボがあったら、また紹介しますね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!